今回はエビを買いました。20匹。こないだレッドチェリーシュリンプ買ってたよね。50匹買ってたよね。そう思われた方がほとんどだと思います。そこまで見てない？それは悲しい。ぜひチャンネル登録してみてくれると嬉しいです。前回レッドチェリーシュリンプを50匹入れた90センチスリム水槽ですが、掃除能力が若干足りないかなと思いました。これは投入から2日後の様子です。もしヤマトヌマエビを20匹程度入れていたら、もう少し綺麗になっていたんじゃないかなと思います。綺麗になったにはなったんですが、立ち上げ初期のものすごい勢いで増える苔が出る状況の、特効薬にはいまいちならない感じかなという印象でした。この辺りがレッドチェリーシュリンプたちの限界なのか、そこで少し強力な苔取り生物兵器を投入します。その名はヤマトヌマエビです。結局ヤマトヌマエビかよと思いましたよね。でも違うんです。このヤマトヌマエビはただのヤマトヌマエビではありません。台湾ヤマトヌマエビ、通称トロピカルシュリンプです。これは普通のヤマトヌマエビと違って大きさがミニサイズで大きくならないヤマトヌマエビです。成長すると5センチをも超えるヤマトヌマエビと違い、育っても小さく3センチから4センチ程度にしかならないヤマトヌマエビです。それに加えて体はヤマトヌマエビより小さいのに、苔を取る能力はヤマトヌマエビ並みです。名前にヤマトヌマエビってついてますしね。正直ヤマトヌマエビは大きくなるとちょっと可愛くないです。暴れん坊なので水草の柔らかい部分をつまつま状態で穴を開けたり、弱って動けなくなった魚に群がって速攻で食べちゃったりします。ですがこのトロピカルシュリンプこと台湾ヤマトヌマエビは水草の食害も少なく、かなり扱いやすいです。学名的には全くヤマトヌマエビと一緒です。販売名はトロピカルシュリンプ、台湾ヤマトヌマエビといった名前で売られています。ヤマトヌマエビはヨーロッパでアマノシュリンプと言われ、 ADA の創設者の天野さんも愛用したと言われるエビです。超有名、苔取り生態の代表格で、このエビなくしては水形を作れないと言っても過言ではないほど有名なエビです。そんなヤマトヌマエビは日本などのアジアに生息するエビで、エビ目ヌマエビ科です。その中でも台湾産のヤマトヌマエビがこのトロピカルシュリンプになります。ヤマトヌマエビの種は大型化するエビで、苔取り能力は随一です。その反面、水草の若くて柔らかい葉っぱもガシガシと傷つけて食べてしまいます。葉に穴を開けたり、ビローモスという苔の新芽も食べて糸のようにしてしまうことがあります。硬いプレミアムモスですら食べてしまう場合もあります。トロピカルシュリンプは同じヤマトヌマエビでも体が小さく大きくなったヤマトヌマエビほど強力ではありません。小型水槽向けです。見た目は国産のヤマトヌマエビと変わらず、透明感のある体には黒い斑点が見られ、尻尾に青いスポットが見られます。湿り気があるところなら陸を歩いて移動することができます。ですので水槽の外に飛び跳ねた場合、別の部屋で干物になっていることもあります。もともとヤマトヌマエビはアクアリウムの世界に紹介されたのが90年代に入った頃ですが、その苔取り能力の高さから急速に広まりました。水槽内では苔類や魚の食べ残しを食べ、苔取りとして非常に頼りになるエビです。数匹水槽に入れておくと苔の予防に確実に効果が見られます。水槽内で飼育できるエビの中でもかなり丈夫で、水質への順応能力も高く、アンモニア濃度が高い場合や極端に低い pH でなければ特に気にすることはありません。渓流域に生育する種なので、夏場の降水量には注意が必要です。また酸欠にも弱いので、特に高水温時の
溶存酸素量の低下は危険です。またエビは魚の病気に対する薬や水草の農薬などの薬品に非常に弱いので注意が必要です。そういったものを使った場合、しっかりエアレーションすることが必要です。非常に力が強いエビで危険を察知すると水中を瞬時に移動できます。なので飛び出しによる事故が多いです。他の魚につつかれて飛び出したり、力が強いのでヒーターのちょっとしたケーブルをよじ登って水槽の外に出てきたりします。水槽に蓋が用意できれば未然に防ぐことができます。公園の注意点として、大型のヤマトヌマエビは小型の弱った魚を襲うことがあります。また死んでしまった魚もゴリゴリと骨の髄までしゃぶり尽くします。何でも食います。ですが台湾ヤマトヌマエビは小型なのでそこまで獰猛ではありません。エビ同士の交尾でも特に問題ありません。餌は速攻で取り合いになるので、ヤマトヌマエビ用の餌を先に投入した方がいいでしょう。繁殖は水槽内でも抱卵する姿がよく見られて、小さい卵をたくさんお腹に宿します。しかし生まれたばかりの時には海水が必要で、淡水の水槽内での繁殖は非常に難しいです。いわゆる寄水と言われているものです。そういった環境で卵を産み育つことができます。この辺りはヤマトヌマエビと一緒ですね。なので放っておいても繁殖はしないです。気づいたら水中から飛び出て干物になっているので、だんだんと数を減らしていきます。その点レッドチェリーシュリンプはくっそ増えるのでコスパいいです。水面からの飛び出しもかなり少ないです。実際の苔取り能力を観察すると、やはりそこはヤマトヌマエビです。このトロピカルシュリンプこと台湾ヤマトヌマエビは、大きなヤマトヌマエビと南ヌマエビ5匹分の中間くらいです。ちなみに南ヌマエビはチェリーシュリンプと割と同じくらいの苔取り能力があります。ですのでこの水槽にはチェリーシュリンプが50匹入っていますので、ヤマトヌマエビ10匹分といったところでしょうか。そんな中に今回トロピカルシュリンプを20匹投入しました。大きなヤマトヌマエビって本当に食欲があって人の餌を奪うし戦うし、まるで戦車のようです。なのでずっと入れておくっていうより、ちょっと苔が生えたらドカッと入れて水草などがやられる前に引き上げるみたいな使い方なんだと思います。それと本当によく水槽の外で見つけることが多いです。最近のフレームレス水槽なら蓋は必須です。フランジ付きの水槽なら飛び出し事故の確率はすごく減ります。けどレイアウトで流木が水面を飛び出したりするものを作ろうとすると、フランジ付きの水槽は高さ制限が出てしまいます。ガラスの蓋をしたりすると同じように高さ制限が出ます。そのあたりがちょっと使いづらいです。ヤマトヌマエビはそういう意味では消耗品です。ヤマトヌマエビは南ヌマエビやチェリーシュリンプと違って淡水じゃ繁殖しません。ヤマトヌマエビのブリードを本当に現在考えています。ぜひチャレンジしてみたいです。ところでこの水槽にはレッドチェリーシュリンプ55匹と台湾ヤマトヌマエビが20匹入っています。そのおかげもあって全く苔が発生しません。2週間に1回くらいガラス面の苔を掃除すればいい程度です。ヤマトヌマエビを入れてる時にニューラージパールグラスの新芽を食べられて糸みたいになって悩んだことがありました。この台湾ヤマトヌマエビはそういったことは見られず、とても快適です。体の大きさもヤマトヌマエビほど大きくならないのでまだまだ可愛いです。普通のヤマトヌマエビは食べる速さと力の強さが強いので、ウィローモスの新芽やニューラージパールグラスを糸のようにしてしまうことがあります。水槽全体にあまり苔がない場合、柔らかい葉を食べてしまうことがあります。その場合は入れる数を減らすといいです。またはこの台湾ヤマトヌマエビに変えるといいです。南ヌマエビよりかは大きく、ヤマトヌマエビよりかは小さいこの台湾ヤマトヌマエビことトロピカルシュリンプを今回は紹介させていただきました。今後もこの台湾ヤマトヌマエビにはまりそうです。ありがとう台湾ヤマトヌマエビ。今度は繁殖にチャレンジします。
というわけでまとめると、台湾ヤマトヌマエビはヤマトヌマエビより小さいのに苔取り能力はバッチリで水草に優しい。以上です。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。次回はチャーム瓶を開封していきます。かなり買っちゃいました。久々のチャーム瓶でワクワクしています。